はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年の星の動きをもとに、皆さんにとってこれからの1年がどのような可能性が広がっていくのか、そして手放していくものや起こり得るかもしれない想定外の変化や、また与えられている恩恵、そして最後に私から心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。今回はアストロロジーをもとにお話ししていますが、これは運勢天気予報みたいなものです。星のリズムを感じながら、皆さんにとってベストなタイミングで自分の中にある感覚で動いていただければ、きっとベストな現実が作られていくと思います。またタロットで見る2026年上半期の動画も公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。双子座さんの2026年は延長線を越えて言葉とつながりが開く年です。広がる可能性。2026年前半は自分の持っている資質や才能を収入や形に変えていけるチャンスが広がっています。お金の流れが豊かになるだけでなく、私にはこれがある、これを使っていけるという自己価値への信頼が深まっていくでしょう。ただし、勢いだけで行動してきた人にとっては、その選択が後から負担として返ってくる可能性もあります。流れに乗ることと流されることは別物。人生の風が強い時ほど、自分にとって本当に価値のあるものは何かを意識して選び取っていくことが大切です。その流れの中で後半に入ると、さらに才能を外へ循環させる可能性の扉が大きく開いていきます。学びたい意識が高まり、情報や人とのつながりが一気に広がるでしょう。 SNS や発信活動でも仲間やフォロワーが増えやすく、双子座さんの言葉やエネルギーが人に届いていく場面が増えていきそうです。そしてこの1年を通して、こんな自分にもなれるんだと驚くような可能性が少しずつ現実になっていくでしょう。それは新しい何かを人生に加えていく人もいれば、これまで自分の中に眠っていた可能性に目覚めていく人もいる。これまで以上に自由に広がっていく一年になりそうです。手放していくもの。2026年はこれまでの枠に自分を押し込めていた思考を少しずつ手放していく時期です。特に自分はこうだからこれしかできないといった固定概念は天王星のエネルギーによって大きく揺さぶられていくでしょう。前半はお金や物質的なことに意識が向かいやすく、古い電化製品を手放して新しいものを迎え入れたくなる人も多いと思います。物を手放すこと自体はいい流れなのですが、その際に自分の中にある確かな感覚や感性まで流されてしまわないことが大切になります。流行や周囲に合わせるよりも、自分の直感を信じる意識を忘れないでください。後半に入ると、社会的な役割や長期的な計画、こうあるべきという責任や期待の重圧から少し距離を置きたくなる衝動が出てきそうです。けれどそれは逃げではなく、社会の中での自分の位置づけに縛られてきた生き方から、私らしいあり方へとシフトしていくサインでもあります。2026年は思考、物、役割といった外側の枠を緩めながら、生き方そのものが静かに、けれど確実に自由へと変わっていきやすい年となります。想定外の変化。双子座さんの2026年はまさにフィーバー。人生が一気に動き出すような1年で、想定外の出来事が次々と起こりやすい流れです。特に自分の見方、感じ方、発信の仕方がこれまでとは変わっていく可能性があります。味覚や感覚が変わっていくように、今まで興味のなかった分野に急に惹かれたり、逆に当たり前のように続けてきたことをもうやらなくていいかもと感じる瞬間もありそうです。後半以降は学びや移動、人とのつながりを通して思いがけないご縁に恵まれる可能性が高まります。 SNS やオンラインを通して世界が広がり、自分が想像していた以上の舞台に立つ人もいるでしょう。
もともと持っている特技、例えばジャーナルを書くこと、絵を描くこと、温めてきたアイディアなどが想定外の形で結びつき、新しい表現や役割へとつながっていく可能性もあります。与えられる恩恵。2026年は夢が夢で終わらないかもしれない、そんな波動の中にいます。2025年7月から11月に起きたことや、その時に感じていたことを少し思い出してみてください。翻弄されるのではなく、自分が手綱を握って流れを乗りこなしていく、そんな意識で過ごすことで、これまでの延長線上では考えられなかったような選択をしていく人もいるでしょう。例えば、これまで貯めてきたお金を一気に活用したり、いつかやりたいと思っていたことに現実的な一歩を踏み出す人もいるかもしれません。誰かの承認を待つのではなく、自分の判断を信じて、働き方や発信の方向性、人との関わり方を思い切って変えていく、そんな流れが生まれていきます。こんな生き方は非常識かもしれないと誰かからの批判めいた言葉が浮かんだとしても、自分の中に英知があることを思い出してください。その選択こそが双子座さん自身を大きく解放し、新しい未来を切り開く力になっていきます。さらに後半は人との関わりから受ける恩恵がより大きくなっていくでしょう。何気ない会話やふとした学びの場から人生を変えるほどのヒントが舞い込んでくることもありそうです。それは宇宙がいつでも自分たちを生かしてくれているということ。そのことを少しずつ思い出すことで安心して次の一歩を踏み出していける、そんな一年になるでしょう。心地よく過ごすためのヒント。天王星と木星が味方をする2026年は、本来持ち合わせている才能や特技がさらに磨かれ、それを生かしながら人生を作っていける、そんな可能性にあふれた一年です。特に春以降はこれまでの延長線上に答えはありません。頭の中で想定する損得感情よりも、なぜか気になる、理由ははっきりしないけどワクワクする、そんな感覚に導かれることの中にこそ未来を開くヒントが隠れていそうです。ちょっとしたきっかけが思いがけず大きな流れへとつながっていく、そんな可能性もあります。一方で行動力や勢いが増す分、知らないうちに頑張りすぎてしまうということもありそうです。流れが強い時ほどそれを乗りこなすための体力や立ち止まる余白を意識しておくと安心でしょう。この運を逃してはいけないと焦る必要はありません。謙虚に地道に自分らしさを深めていく姿勢ですでに十分いい流れに乗っています。走り続けるよりも同じぐらいしっかり休むことが結果的に一番の近道になるでしょう。どうぞ新しい自分との出会いを思いっきり楽しんでください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。